おはようございます。現在の時刻は6時31分で、車内の気温は 4.3 度です。昨晩はね、なんか妙に寒くてから凍えながら寝てました。はい。で、外はね、こんな感じですね。今から日の出っぽいんですけども、今日は天気はそうですね。よし。寒いんでね、モーニングコーヒー飲みましょう。はあよし、じゃあ、外でね、コーヒーいただきましょう。よいしょ。スケートボードパークあるんだ。いいなぁ。岡山こういった場所ないですからね。ああ、日の出。ああ、美味しい。でも寒い。戻ろう。あ、ちなみにね、昨晩もね、車出入りもね、少なくてから、朝までね、ゆっくり過ごすことができました。はい。あ、寒い。よし、ということでね、コーヒーもいただいたんで、お腹も空いてきたんですけども、今日はね、昨晩も言ってた通り、お風呂にも入りたいんですよね。ですのでね、朝ごはんも食べて、お風呂にも入れる、快活クラブさんの方にね、行ってみたいなというふうに思います。はい。で、ちょっとね、車の中ごちゃごちゃなので、ね、片付けてから、もうね、出発したいと思います。よし、出発前にね、お手洗い、ちょっとお借りしましょう。よし、ちょっとね、行ってきます。よし。よし、ということでね、西の方に向かって、またね、移動しようと思うんですけども、行きやすい快活クラブさんがね、この辺あるんで、こちらの方にね、行ってみたいと思います。23キロで52分かかるそうです。じゃあね、行きましょう。はい、釣り広場駐車場さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。なんだろう、工場近くでもね、大きい音もしなくてから、朝までね、ぐっすり眠ることができました。しかもね、トイレ付きだったんで、最高でした。感謝です。はい、ガソリンがね、結構やばいですね。もうね、E ランプのあたりです。まだね、もうちょいあるんですけども、そろそろ入れないとやばいですね。よし、ガソリンスタンドありました。エネオス寄っていきましょう。よいしょ。レギュラー満タン現金で。はい、今90なんですけども、397.4 キロ走ってました。果たしてどのぐらい入るんでしょうか。一応ね、現在手持ちは8000円残ってるんで、大丈夫なんじゃないかと思います。はい、ということでね、30.07 リッター入って、4960円でした。おー、すごい。5000円切ってました。はい。よし、ということでね、とりあえずね、メーターもこのままにします。よし、じゃあね、行きましょう。とりあえず、約 400km で30リッターだったんで、燃費は 13.33 ですね。で、快活クラブさんは、こちらですね。はい。OK。到着です。はい。OK。ということで、こちらはね、快活クラブ刈谷店さんですね。で、快活クラブさんは、カウンター席だったら、30分税込み230円で、シャワーに浴びれて、今の時間は朝食も食べれて、アイスもね、コーヒーも飲み放題っていう素晴らしい店舗さんではありますんで、今からね、ちょっとパッと行って、30分一本勝負でね、お風呂と食事の方をね、済ましていきたいというふうに思います。で、中でね、撮れたら、撮影もします。はい。ということでね、行きましょう。行きましょう。よし、行ってきます。こちらです。9時28分にね、出れば230円で済ませれるんで、ちょっとね、パッとね、やらせていただきましょう。まずはね、順を追っていきましょう。よいしょ。よし、PC の方でデータをね、アップロードしかけました。じゃあね、今度はお風呂行っていきましょう。で、ちなみに快活クラブさんはね、タオル使い放題なんで、これがね、ありがたいですね。はい。じゃあね、ちょっとパッとシャワーね、浴びていきたいと思います。とりあえずこの時計で9時5分です。よし、入浴ね、完了です。13分ぐらいでね、お風呂入りました。OK。さっぱりした。で、お風呂に入ったらね、早速ね、トーストといきたいところではあるんですけども、
快活クラブさんはね、食べ物の持ち込みが OK なんですよね。ですんでね、昨日残してたとんかつを持ち込んでからカツサンドを作ってね、いただきたいというふうに思います。はい。で、この分はね、ちょっと今冷めてるんで少し揚げ直します。2分ぐらいで OK。 はい。で、この間にね、パンをね焼きましょう。開けるかな。これプラスチックのナイフです。刃物をね持ち込むわけにはいかないんで、よし、 OK。 アイスコーヒーにします。OK で、ついでにソフトクリーム、よいしょ。はい、 OK。 よいしょ。よし、はい、上がってますね。サクサク。よし。で、パンもね上がってました。でね、組み上げましょう。ソースね、マヨネーズも持ち込ませてもらいました。で、ソース、パン、で、最後にね、昨日買ったサラダ、これね持ち込ませてもらって、モーニングセットね完成です。めちゃめちゃ美味しい。よし、はい。ということでね、快活クラブさん利用してきました。結局ね、ちょっとね10分ほど延長しちゃったんで、全部ね310円でした。でもね、お風呂に入れてご飯が食べれてね、パソコンもアップロードできたんでよかったです。はい。よし、はい。ということでね、お風呂に入ってご飯も食べてすっきりできたんで、岡山に向かって帰ろうと思うんですけども、今日実はですね、ももさんのところにちょっと遊びに行くお話をさせてもらってたんですよね。で、それがね11時30分からなんですけども、実はね今からねここ出たら2時間10分ぐらいかかってから30分ぐらい遅刻しそうなんですよね。で、この区間が激ヤバ区間で、名古屋市の方にね入ったらすごく時間を取られるんで仕方がないんでね、今回はこちらですね、高速道路をねちょっと区間を少しだけ使わせてもらってからここをね移動していきたいと思います。はい。ちなみに料金はね1550円ぐらいいるらしいんですけども、残金はね3000円超えてるんで、ここでね高速使ってもまだね余裕はあるんで、ピュッと移動してみたいというふうに思います。はい。ということでね、お次はねダイレクトガーズの方に向かって移動しましょう。出発です。よし、行きましょう。行かしてもらおう。ごめんなさい、行かしてください。伊勢湾岸道の方に向かいます。めちゃめちゃ複雑。うわーこれ中島スパーランドですよね。わー、いっぺん行ってみたいですね、ここ。はい、高速道路をね降ります。料金は1310円です。1310円でした。で、ダイレクトガーズさんまではねこの道をまっすぐ、30キロぐらい走ったらあって、1時間ぐらいで着くそうなんでね、11時30分にはねもう着けそうなんで、あとはねゆっくりのんびり行きたいと思います。はい。はい。ということでね、ダイレクトガーズさんに到着です。駐車場こっち。よし。よし、到着です。はい。ということでね、無事ダイレクトガーズさんにね、着きました。現在時刻はね、11時24分なんで、待ち合わせにね、間に合いました。ちなみに高速乗ってなかったらね、12時で30分ぐらいでした。はい。よし。ということで、ちょっとね、ももさんの顔見ていきたいと思います。
よし。こんにちは。おはようございます。ちょっと待って。大丈夫です。はい、ということで、ももさんのところでね、お茶もいただいたんで、そろそろね、またね、帰路に着こうと思います。はい。で、うちの方まで帰るにはね、こんな感じでから、こう、山の中をね、抜けていった方が早いらしいんで、こうね、まあ、指示通りに帰りたいというふうに思います。はい。でちなみにね、約300キロで、7時間13分で帰れるそうです。ですんでね、現在時刻が1時半ぐらいなんで、無理すればね、今晩中に帰れそうな気配があるんですけども、疲れたら車中泊をするというね、方向性で、家の方に向かってね、帰りたいと思います。はい。ということでね、行きましょう。よし、行きましょう。あと約300キロです。はい。それしてもね、ももさんのところ、すごい忙しそうでした。従業員さんもね、さることながら、ももさんもバタバタでから、結局ね、僕のために用意されてた時間は、1時間でした。はい。だから、なんだろう、僕がね、遅れてたら、打ち合わせはね、絶対できなかったっていうようなタイムスケジュールでした。だからね、1310円は安かったんじゃないかというふうに思います。ちなみにね、ちょっと面白い話もさせてもらいました。はい。お金がね、2000円ぐらいあるんで、ちょっとね、パンとか買ってきたいと思います。行ってきます。はい。ブラックチョコチップメロンパンっていうのを買ってきました。149円でした。で、飲み物がね、ないんで、作りましょう。コーヒー入れます。北海道で買ったコーヒー。OK。グラグラに沸かす必要なかったんですけどね。よいしょ。よし、じゃあちょっと軽くね、パンとコーヒーいただきましょう。いただきます。美味しい。美味しい。よし。ということでね、ちょっとあまり時間もないんでね、かじりかじり移動させてもらいたいと思います。行きましょう。さっきまで晴れてたのにね、急に曇り始めました。あれ本当？いや、おかしいおかしい。こっちだ。Google 先生が降りろって言ったところの次をすぐまた登れてから帰っといてから、嘘じゃろうとかって、空打ちされた空打ち。はい、気がついたらね、三重県を抜けてから奈良県に入ってました。で、道はね、空いててからすごい順調です。はい。ということでね、奈良県の天理市の方にね、やってきました。ここまではね、無料のバイパスのような区間だったんですけども、ここから先がね、有料区間になるんで、こちらの天理の方でね、降りたいと思います。いやだいぶショートカットできました。はい。はい、今ね、奈良県の生駒市のあたりを走ってるんですけども、だいぶね、燃費走行頑張ったおかげでね、185キロ走った時点でこれぐらい残ってるんですよね。だからね、この状態で燃費走行を続けて走れば、1回の給油だけでね、帰れるかもしれないんですよね。ですんでね、このまま安全運転でのんびり帰ろうかなというふうに思ったんですけども、実はね、この先にめちゃめちゃ傾斜が急で有名な暗がり峠というところがあるんですよね。で、峠マニアの僕としてはね、そこをやっぱし通って帰っとかないと、7万円の軽で1万円でね、東京から帰るとか言いながら、ぬるい道だけ通って帰ったっていう風にね、言われるでもね、この車に悪いんでね、今からね、暗がり峠の方、遠回りしてからね、通って帰ってみたいと思います。よし、これですね、行きましょう。すでにね、すごい道ですね。これはきつい。よいしょよいしょ。うわ壁みたいなのが現れました。よし、行ってみましょう。頑張れ。斜めの毛、今2足。あ、ダメだ、2足。いけー。これで登りきったのかな。うわー、でもまだある。いかんいかん、2足じゃ絶対無理。うわ
赤船です。よっこいしょー、やった登り切りました。よーし、これはとんでもない道でした。ほんでもね、もたもたしてられませんね。これ対向車が来たらね、大変な道なんで。すごい坂、うわー、下りもえぐい。お手洗いもあります。これはね、途中でちびった人がいた時用のね、お手洗いだと思います。これはすごい坂。ここかな。これ逆ルートがあるの。うわ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 、ちょっと待って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 、あれ、この道はね、逆ルートの方がきついですね。うわー、うわ、やばい、ここか。有名なやつです。僕のブレーキ泣き始めました。これやばいですね。うおー、すごい坂、危ない危ないすごい。やばい、布前の系ね、本当にブレーキ泣き始めました。あんまりね無理がちょっとさせられません。今ね、突っ込んだタイヤ痕もありました。これはすごいな。なるほど、こうなってるんか。やばい、これはね、ダメだ。ちょっとね、広場の方に逃げましょう。どっか何箇所かね、寄れる場所あるんですけども、ちょっと危なくてね、寄れない。そこにちょっと広場ありましたね。避難、回避させてもらいましょう。ちょっとこれはやばいです。よし、よっこいしょ、やーれ。はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、ちょっとすごい急坂をね、今下ってきました。で、想像以上にすごい坂だったんで、本当はね、ここから逆に登ろうかと思ったんですけども、今ね、この斜めの系、ちょっとブレーキかけすぎてから、ブレーキね、多分これ焼けてますね。うわうわ、ブレーキからね、焼けた匂いがしております。本当にめちゃくちゃ熱い。うわー、こっちもです。熱がね、すごいですんでね、これもう無理させちゃいけないやつです。うわー、でもね、やりました。斜めの系はね、暗がり峠を攻略しましたやりました。よく頑張ってくれたな、こいつは。とりあえずね、暗がり峠一応攻略完了です。はい。で、ちなみにね、こんだけあとね、降りないといけないんですけども、少しね、ブレーキ休ましてから降りたいと思います。はい。よし、ということでね、車の方ブレーキね、冷めました。そうこうしたらね、もう日が沈んできました。大阪のね、街並み綺麗ですね。で、家に帰るルートをちょっと見てみたんですけども、192キロで5時間ぐらいかかるらしいんですよね。ですんでね、今日中に帰ろうと思ったら帰れるけども、疲れてね、ダメそうだったらもう途中でね、車中泊させてもらうというふうに思います。はい。ということでね、とりあえず西に向かってね、移動しましょう。よし、ちょっとね、寄り道します。100円ローソンです。どこ止めれるところあるかな。はい。ちょっとね、路駐されてる方がいるんで、ちょっと僕も狙って路駐させてもらいましょう。これ止めさせてもらいます。よいしょ。1800円ぐらい残金があるんで、岡山にはないね、ローソンストア103でね、お土産とね、食べ物買ってきたいと思います。行ってきます。よいしょ。はい。いろいろ買ってきました。よいしょ。はい、ということでね、こんな感じで買ってきました。水に、そばに、お菓子、それからナゲットに揚げたてのポテトです。全部でね、705円でした。
ですね、残金がね、1100円ぐらいになりました。はい。で、現在のね、走行距離は、ガソリン入れてからね、ちょうど220キロで、やっぱりね、ガソリン残量半分です。ですので、あと150キロから170キロぐらいは走れる計算ですね。はい。で、我が家まではこんな感じで、175キロメートルで4時間ぐらいかかるそうなんで、ですね、家までね、ギリギリ帰れそうな感じですね。はい。ちなみに現在時刻は6時45分なんで、帰ったらね、10時半とかになりそうではあるんで、もうね、疲れたらね、どっかで一泊するかもしれないんですけども、とりあえずね、頑張って家の方向かって帰れたと思います。はい。でもその前にね、食べときましょう。美味しい。よし。じゃあね、行きましょう。道だけだ。ちょっとね、お手洗い行きます。はい、ということでね、兵庫県の加古川市の辺までね、帰ってきました。で、現在の時刻はね、もう9時を回ってて、家まではね、あと2時間ぐらいあれば帰れるそうではあるんですけども、さすがにね、疲れてきたんで、今夜はね、ちょっとこの辺りで一泊してね、帰らせていただきたいというふうに思います。ちょっとね、一箇所良さそうな場所を見つけたんで、そちらの方にね、行ってみたいというふうに思います。よし。おお、行けそうですね。よし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 。大丈夫かな？オッケーかな？オッケーです。ラジコンとかがダメなだけでから利用 OK っぽくいいんですけども、こちらはね、加古川の川辺の駐車場ではあるんですけども、あそこにね、仮設のね、トイレもある場所なんで、有事の際もね、安心なんで、今夜はね、ちょっとこちらの駐車場、一角お借りしてね、車中泊させていただきたいと思います。はい。よし。到着。で、まずはね、水平チェックしておきましょう。縦方向は大体よし。左右方向も大体よしですね。微妙にね、ねじれてる感じはあるんですけども、もうこれぐらいはね、よしにしましょう。よし、ということでね、お腹も空いたんで、後ろにね、こもってから料理しましょう。はい、ということでね、晩ご飯、ちょっとね、作ろうと思うんですけども、冷蔵庫の中にこんな感じの食材が残ってたんですよね。で、これらの食材見てからね、何を作るつもりなのか、皆さんもうお分かりですよね。はい、そうです。お好み焼きです。天ぷら粉ってね、中に入ってるものはお好み焼き粉とそう変わらないんで、これを使ってお好み焼きをね、作るというふうに思います。はい。ということで、もうね、ザザッと切って準備します。よいしょ。粉、だいたい 50cc。よいしょ。で、天ぷら粉とお好み焼き粉の一番大きな違いは、出汁が入ってないんで、何でもいいんで出汁を入れます。何がいいかな？やっぱし和風出汁ですかね。ちょっと隠し味。で、さっき買ってきた水。よいしょ。はい。粉対水を1対1で。ちょっと緩かったかもしれん。ああ、これぐらいでいいかな。はい。あ、でもこの分に卵入るんだな、よく考えたら。あ、卵入れんでいいや。で、これ種 OK。そしたらね、キャベツ。色が変わってるんでね、ちょっと色が変わってる部分は全部トリミングします。ちなみにね、別に味に別状はありません。色が変わってても。見た目が悪いだけです。多分。はい、OK。これにも全部入れて、よっしょい、よっしょい、よっしょい。よし。せーの、よいしょ。よいしょ。よし。おー、大丈夫かなちょっと、大丈夫かな。せーの、よいしょ。OK。いい火の通り方。よし。
はい、今ねちょっとひっくり返そうとしたら失敗しましたちょっとね生地がね硬かったみたいです。やっぱしね卵入れればよかった。で仕方がないんでね、この下側に卵入れましょう。こうですね。でこうやって卵でね合体させます。もうよいしょ、せーの、よいしょ。はい、 OK でしょう。いい感じです。あとはねソース、マヨネーズ、完成ということでね、美味しそうなのできたんでいただきたいと思います。いただきます。果たして天ぷら粉で作ったお好み焼きのお味は？バッチリです。別にね粉っぽさとかも全然なくてから普通にお好み焼きです。強いて言うならね、もうちょっと本出しですかね、あれをたくさん入れててもよかったかもしれません。はい、ということでいつものオレンジゼロいただきます。美味しいです。よし、ということであとはね動画を見ながらゆっくりご飯いただきたいと思います。よし、お好み焼きね食べ終わったんでポテチもねいただきましょう。最近ねポテチの量すごい減ってるんですけども、僕個人的にはねダイエットにちょうどいいんで結構歓迎だったりします。はい、サワークリームオニオン、かなり美味しいです。よし、全部食べてね完食です。ごちそうさまでした。でもうね夜も遅いんでちょっとね眠りにつきたいと思います。よし、じゃあねもう遅いんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は7時9分で車内の気温は 0.5 度です。昨晩はね薄着だったんで少し寒かったです。すごいいい天気ですね。ちょっと外出てみましょう。よいしょ。おー、いい天気。よし、ちょっとね寒いんでねコーヒー入れましょう。ガス管が冷えてて少ないみたいなんでこれ使いましょう。これはね赤ちゃんのミルクをね温めるためのやつです。この分をねこうやって巻いて、これはタイプ C の分なんでタイプ C で刺せば保温開始。もうしばらくね放置します。よし、温まりました。ちなみにね20度もないです。多分ね10度以下ぐらいです。 OK、 つきました。いい朝。美味しい。で朝食をね作ろうと思うんですけども、現在ねこれぐらい食材が残ってて、あとねご飯もしっかりあるんで、この冷やご飯をね使った料理ってたくさんあるんですけども、この辺の食材ね使っときたいんで、今朝もですかねチャーハンにします。はいですね、バット刻みます。玉ねぎもう全部使いましょう。卵、バターで、ここにねたらこを入れましょう。これね熱々のご飯に入れて食べようかと思ったんですけども、ご飯ね1回炊いてから炊かなかったんでねたらこチャーハンにします。よいしょよいしょ。 OK、 バターも入ってるんでねたらこバターチャーハンです。よし、いいかな、完成です。よし、ということで美味しそうなたらこバターチャーハンができたんでね、早速いただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は？めちゃめちゃ美味しいです。たらこがね
つぶつぶしてて、塩加減もねちょうどよくて美味しいです。うん。よし、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。ということでね、お腹も膨れたし、いい時間にもなったんでね、そろそろ片付けてね、出発できるね、準備をしたいと思います。ということでね、片付け完了です。で、ちなみにね、ゴミに関してはこんな感じで、燃えるゴミ。で、それから缶類ですね。で、これらはね、洗い物で帰ってからね、掃除しようと思います。はい。ということでね、帰ろうと思うんですけども、家まではこんな感じの道のりで、97キロで2時間36分かかるとのことです。で、ちなみにね、現在時刻が、9時15分なんで、帰ったらお昼ですね。はい。で、ガソリンのね、残量はこんな感じなんですけども、あと100キロだったらね、走って帰れそうな気配はあるのと、あと残金ね、1100円ぐらい残ってるんで、やばそうだったらガソリンも入れれるんで、問題なく帰れると思いますんでね。とりあえず今から岡山の方にね、向かってラストラン頑張ってね、帰ってみたいと思います。じゃあね、帰りましょう。はい。加古川河川敷緑地さん、車中泊させていただき、ありがとうございました。はい、事故渋滞です。トンネルの中でね、事故してるみたいです。はい、うちまであと45キロぐらいで、1時間5分ぐらいでね、着くそうです。のんびり帰りましょう。はい、ということでね、11時48分、無事帰宅です。結局ね、総走行距離は796.2 キロで、ガソリンはね、こんだけ残りました。はい。で、かかった費用なんですけども、使った金額はこんな感じで、結局ね、あれから、お金を使わずに帰ってきたんで、最終残金は1168円でした。ですんでね、車中泊しながら3泊4日で1万円かからずにね、岡山に帰ってくることができたという格好ですね。はい。ですね、ミッション達成です。やりました。はい。ということでね、今回はね、3週間ぐらい岡山を離れてて、1泊ぐらいかな、ホテル泊をしたのは、ぐらいだったんで、もう20泊ぐらいはね、車上生活をしてきたんですけども、すごく快適でね、楽しかったです。で、7万の件もね、すごく頑張ってくれたんですけども、次の旅に備えて、ちょっと休憩させてあげて、またね、次の旅の方に出かけたいなというふうに思います。はい。こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。